こんにちは。ようやく冬が終わって3月になりましたね。今回は3月3日のひな祭りについて紹介します。ひな祭りは3月3日に行われる女の子の健やかな成長を祈り、お祝いする日本の伝統行事です。平安時代、中国から伝わった無病息災を願う行事、上子の節句が3月の初めに行われていました。また同じ頃、貴族の少女たちはひな遊びという人形を使ったおままごとのような遊びをしていました。この2つが長い年月の間に合わさって、現在のようなひな祭りになりました。そして、ひな祭りで人形を飾るのは、平安時代のひな遊びの名残以外にも理由があります。昔は子供が小さいうちに亡くなることが多かったため、人形に役を移し、身代わりとして川に流す風習がありました。その風習から子供の健やかな成長を祈って人形を飾るようになったそうです。この日は埼玉県の鴻巣という場所でひな人形を飾るイベントをやっていたので行ってみました。鴻巣市は江戸時代からひな人形製作が有名で、関東三大ひな市の一つに数えられていました。そして現在も人形の町として知られ、2005年から鴻巣びっくりひな祭りというイベントが開かれています。今回はサテライト会場の火球の里とメイン会場のピラミッドひな壇を見に行きました。ひな人形は平安時代の結婚式の様子を表しているため、服装や飾りも当時の文化を反映しています。まず一番上にいる2体はおびな、めびなと呼ばれ、天皇と皇后を表していると言われています。めびなが扇を持っているのは、当時身分の高い女性は顔を見せるのは良くないという風習があったため、顔を隠すためという意味もあります。ちなみに iPhone のこの絵文字はひな人形のめびなとおびなを表しています。2段目にいる3人は官女と呼ばれる女性の役人です。この3人の人形は三人官女と呼ばれ、それぞれ長江の調子、三方、桑江の調子という道具を持っています。端の2人が持っている調子はお酒を注ぐための道具で、真ん中の三方は杯が乗っている台のことです。三人官女の下にいるのは五人囃子と呼ばれる子供の学士たちです。太鼓、大鼓、小鼓、笛、歌いの役割があります。4段目には左大臣と右大臣がいます。ひな壇側から見て左右を表すので、こちら側が左大臣、反対側が右大臣です。この2人は随神と呼ばれ、護衛の役割を担っています。5段目には司長と呼ばれる傘や靴などを必要な時に親王に渡す役割の人たちがいます。台傘、靴台、縦傘を持っています。その他、桜と立花の木を飾ります。この2つはどちらも魔除けや邪気払いの力があると考えられていました。また、下に並べられた道具は、めびなの嫁入り道具を表しています。嫁入り道具とは、結婚した相手の家に住む際に用意する家財道具のことです。ひな祭りでは、ひな人形の他に吊るしびなという飾りもあります。これは江戸時代にひな人形が高価なものだったため、一般家庭では代わりに家族や近所の人が小さな人形を作って持ち寄り、吊るしびなが作られたそうです。吊るしびなには衣食住に困らないようにという願いが込められており、動物や衣服、遊び道具や野菜など様々な人形があります。火球の里には人形を使っていろいろな場面が表現されていました。これはパリオリンピックで日本が活躍したブレイキンです。こっちは槍投げです。そして92年ぶりにメダルを獲得した馬術もありました。またメジャーリーグで活躍する大谷選手の人形もありました。
鴻巣駅近くのメイン会場には日本一高いピラミッドひな壇がありました。このひな壇は31段で高さが約7メートルもあるそうです。ひな祭りのひな人形を簡単に再現できるチロルチョコレートの箱を買ってみました。日本で結構有名なチョコレートで、なんか結構ちっちゃいこのぐらいのチョコレートが今回はボックスでこういう感じで作れるっていうグッズになってます。最近だとひな祭りの飾りを7段とかそういうのが家に置けないとかっていう人も増えてるので、これだったらお子さんとかと一緒に簡単にひな祭りが再現できるので結構面白いかなと思って買ってみました。まず1番、ここを切り取る。切り取るって何？本当に切っていいのかな？ちょっと怖いけど切ります。中のチョコレートは、こういう感じで多分これを並べていくんだと思うんですけどむずいんだけど才能がないわマジで。こうじゃん。こうじゃん。すっごい大変だったんですけど、ようやくこのひな壇が完成してるかな？大丈夫かな？完成しました。で、ようやくここでこのチロルチョコが登場して、これなんだろう？頭？こうか。これは体で、これもこっちが体で、これが顔です。はい、できました。全体像がこんな感じです。で、味はこのビスって書いてあるやつが普通のチョコレートの中に多分何味なんだろう、入ってて、でこれかな、これがふんわりピーチって言ってピーチ味ので、これがいちごバニラ。じゃあまずいちごバニラから食べたいと思います。あんまり甘くなくて美味しいです。でもいちごの匂いはそんなにしないので、普通のチョコレートっていう感じですね。次はこのビスです。これビスって名前の通り中がビスケットになってます。中にビスケットが入っているので食感もいいし結構美味しいです。次はこのふんわりピーチです。ピーチは中にマシュマロが入ってて、ここに何て言うんですか、ピーチのピューレみたいなのが入ってるので、桃の飴とかそういう味がします。可愛いし細かい作業が好きな人は多分大丈夫なんですけど、私は全然できないので多分今後は作らないです。ひな壇にお供えするものを紹介します。まず甘酒で、これがひし餅です。もう一つがこのひなあられになります。まずひし餅から紹介します。ひし餅はこのピンク、白、緑の3色が重なったこのひし形のお餅になります。ひし形のお餅だからひし餅です。この下から緑、白、ピンクになってると思うんですけど、これが緑、草とかそういう感じですね。で、これが雪を表しています。このピンクが桃の花を表していて、このひな祭りが3月3日なので、だいたい春になる時に雪が溶けて緑が見えて桃の花が咲くっていう感じになってます。で、またこの色にも意味があって、緑は健康とか長寿を表していて、白は子孫繁栄とかで、ピンクは魔除けの意味を持っています。ここだけよもぎ餅で、この2つは色は違うんですけど多分同じです。調べたところによると、普通にお正月のお餅みたいに焼いて食べたりとかお雑煮とかに入れてもいいらしいです。で、次はひなあられなんですけど、このひなあられっていうのはお米をちょっと爆発させたみたいなお菓子で、周りが砂糖でコーティングされているんですけど、色はここにピンク、白、緑ってあると思うんですけど、基本的な色はピンクと白と緑で、さっきのひし餅と同じ色です。これは関東のひなあられで、関西とか西側の地域に行くと醤油で味付けされた茶色いひなあられがあるらしいです。味は普通に砂糖もそんなに強くなくて、ほんのり甘いっていうか優しい甘みがします。最後に甘酒です。甘酒って何て言えばいいんだろう。酒粕と米麹から作るものなんですけど、酒って名前が書いてあるんですけど、アルコール分がすごい少ないので子供でも飲める飲み物になってます。
甘酒はもともとひな祭りの元になった上司の節句の時に灯花酒っていう、その時は透明なお酒に桃の花を入れてお供えしてたらしいんですけど、江戸時代になってからはその桃の花びらをきれいに見せるためにこういう白いお酒に入れるようになりました。でも子供はそういうお酒は飲めないので、アルコールがない甘酒が飲まれるようになったそうです。お供えするときはこういう多分パックの甘酒じゃなくて、もっとちゃんとした瓶とかに入ってるのかな、なんかそういうお酒を多分飾ります。甘酒ってあんまり美味しいっていう記憶がなくて、好きな人はすごい多分好きなんですよ。昔の記憶よりは美味しいですけど、でも好んでは飲まないかなって感じですね。好きな人はすごい好きなので、よかったら挑戦してみてください。今回桃の花を買ってみたんですが、全然咲いてなくてつぼみの状態で、でも一応これが桃の花です。さっき紹介したお供えはだいたいひな壇に飾られて、ひな祭りが終わった後に食べられることが多いんですけど、次はひな祭り当日に食べられる料理を紹介します。まずはこのちらし寿司です。ちらし寿司はお寿司っていう名前がついてるんですけど、普通のお寿司とは違って、こうやってご飯の上にいろんな具材を乗せて華やかにした料理です。これがいつ頃から食べられたのかっていうのは定かではないんですが、ひな祭りに限らずお祝い事がある日に食べられていたそうです。そしてひな祭りに食べられるちらし寿司にはそれぞれ具材に意味があります。まずはレンコン、ハスとも言うんですけど、これはこう穴が開いてるじゃないですか。この穴から将来を見通せるようにっていう意味があります。エビはエビが曲がっている様子がお年寄りの腰が曲がった様子に見えることから長生きできますようにっていう意味があります。そして次はこの卵です。卵は色からもわかる通り金運です。お金に困らないようにっていう意味があります。次にこの人参。人参はこう土に根を張るので、人参みたいに根を張って安定して暮らせますようにっていう意味があります。そして最後にこの緑色のやつはさやえんどうなんですけど、ひな祭りのちらし寿司にはさやえんどうに限らず豆を入れます。その豆は日本語に豆煮っていう言葉があって、勤勉にっていう意味があるんですけど、その豆煮と豆をかけてここに入れています。勤勉に働いて仕事がうまくいきますようにっていう意味が込められています。そしてもう一つの料理がハマグリのお吸い物です。これはハマグリの貝殻がこう2つあって、2つがこう向き合って対になっていることから仲のいい夫婦を表して末永く幸せに暮らせますようにっていう意味が込められています。貝の中でもハマグリが使われたのは平安時代にこのハマグリの貝に絵を描いて、その絵柄を合わせるっていう貝合わせっていう遊びが流行ったらしくて、その貝合わせに由来してハマグリが食べられるようになったそうです。今回はひな祭りについて紹介しました。最近はひな人形を昔のように全部飾ることは少なくなりましたが、それでも3月が近づくとひな祭りの料理や飾りなどがお店に並んでいます。ひな人形を飾るイベントもいろいろなところで行われるので、よかったら行ってみてください。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバイ。